今日はこんなに華やかでとっても美味しい、一度食べたら癖になる、そんなちらし寿司ケーキの作り方をご紹介します。皆さんこんにちは、ちゃちゃです。今日は華やかでとっても可愛い、そしてとっても美味しいちらし寿司ケーキの作り方をご紹介します。おすすめの具材や華やかに見せるコツなどをご紹介していきます。これからの季節、ひな祭りや入園入学に活躍すること間違いなしのレシピです。ぜひこの動画を参考に華やかで可愛いちらし寿司ケーキを作ってみてください。私は今まで100名以上の方々に巻き寿司の作り方を教えてきました。今までの実績、ノウハウをもとに可愛い巻き寿司の作り方のコツなどを紹介していきます。見逃さないように今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速始めていきましょう。それではスタートです。最初に寿司飯を用意していきます。寿司飯の美味しい作り方に関してはこちらの動画で詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。今回は米2合を使ってちらし寿司ケーキを作っていきます。最初に合わせ酢を作ります。砂糖 50g、塩 8g、酢 80g です。これを鍋に入れ軽く火にかけて砂糖と塩をよく溶かしていきましょう。電子レンジを使用しても問題ありません。この時沸騰させないように気をつけてください。沸騰させてしまうとその風味が消えてしまうので注意してくださいね。これで合わせ酢が完成しました。合わせ酢を炊きたてのお米と混ぜていきます。このような飯台がない方は家にある一番大きなボウルを使ってください。しゃもじに合わせ酢をかけながら米全体に合わせ酢が行き渡るようにかけていきます。切るように混ぜていきましょう。ボウルの場合下に合わせ酢が溜まってしまうので、下にあるお米を上に持ってくるようなイメージで混ぜていきましょう。ある程度お米が合わせ酢を吸ってくれたらうちわで仰いでいきます。うちわで仰ぐことによって余分な水分が蒸発し、お米にツヤが出てくれます。お米がツヤっとしてきたらしゃもじでお米をひっくり返します。もう片面も同様にうちわで仰いでいきましょう。ここまでできたら乾燥しないように濡れ布巾または濡らしたキッチンペーパーを上にかけておきましょう。これで寿司飯の準備ができました。寿司飯の準備ができました。寿司飯を冷ましている間に具材を準備していきましょう。本日使用する具材はこちらです。アボカド、くるみ、マグロのたたき、長ネギ、錦糸卵、サーモン、マグロ、タイ、とびっこ、絹さやです。概要欄に詳しく説明していますのでぜひご覧ください。最初に土台となる寿司飯に挟む具材を用意していきます。最初にアボカドのくるみ和えを作ります。アボカドは硬いものより熟れで柔らかくなっているものがおすすめです。アボカドの皮と種を取り除き適当な大きさにカットしておきます。マヨネーズ大さじ1杯、レモン汁小さじ1/2、胡椒適量、塩1つまみ入れていきます。くるみは細かくカットしておきましょう。くるみを入れ混ぜていきます。くるみが入ることで食感のアクセントになるのでおすすめです。くるみ以外のナッツ系でも問題ありません。次にネギトロを用意していきます。長ネギをみじん切りにしていきます。マグロのたたきはスーパーで売られているこのようなものを買ってきていただいても大丈夫ですし、お刺身を包丁で叩いてマグロのたたきを作っていただいても大丈夫です。作りやすい方で作ってみてください。マグロのたたきとネギをボウルに入れ、ごま油一回し、醤油一回し入れて混ぜておきます。これで完成です。次に錦糸卵を作ります。卵2つを割り入れて、お砂糖大さじ1杯、塩1つまみ、お酒大さじ1、みりん大さじ1を入れて混ぜておきます。よく混ぜることができたらこし器でこしていきましょう。こすことで大きな卵白などを取り除くことができるので、綺麗な錦糸卵を作ることができます。油を引いて火にかけていきます。この状態で流し入れていきます。フライパン全体的に広げていきましょう。端の部分が色が変わってきたら火を消します。フライパンに蓋をして余熱で火を通していきます。しっかり火が通ったらこれをくるくる巻いて薄く切りましょう。これで錦糸卵の完成です。次にちらし寿司ケーキの上に乗せる具材を用意していきましょう。お刺身はサーモン、マグロ、タイです。お刺身はこのように色が違うものが3種類くらいあると華やかになります。柵で買っている場合はそぎ切りにしていきます。このようなお刺身パックを買ってきていただいても大丈夫です。お刺身でお花を作っていきます。お刺身1枚をくるくる巻いていきます。その周りにもう1枚巻いていきましょう。巻くことができたら花びらを外側に広げていきます。こうすることでより可愛いお花になってくれます。ここまでできたら今巻いた対角線上反対側にもう1枚巻いていきます。巻くことができたらまた花びらを外側に向けていきましょう。これを繰り返してお花を作っていきます。お花の数は自由ですが今回は7個作っていきます。こんな感じで完成です。とっても可愛いお刺身のお花ができました。次に飾り付けで使う具材を用意していきましょう。絹さやは筋を取っておきます。沸騰したお湯に塩を入れ茹でていきましょう。茹でることができたら氷水で冷やしておきましょう。これで食材の準備ができました。早速盛り付けていきましょう。今回はこの直径15センチのケーキ型
型を使っていきます。底が外れるタイプのものだと綺麗に型から外すことができます。もし底が外れるものがない場合はラップを敷いてから土台を作るといいと思います。最初に錦糸卵を隙間がないように入れていきます。その上に寿司飯を敷き詰めていきましょう。寿司飯も隙間がないように少し押しながらきつめに入れていきます。その上にアボカドのくるみ和えを入れていきます。フォークなどで上から押しつぶしながら入れてあげましょう。その上にまた寿司飯を入れていきます。寿司飯の上にネギトロを入れていきます。最後に寿司飯で蓋をしましょう。15センチのケーキ型を使って寿司飯2合ちょうど使い切るレシピになっています。これで土台の完成です。お皿を上に乗せてひっくり返します。蓋の底の部分を押してあげると綺麗に型から外すことができます。ここまでできたら真ん中にお刺身で作ったお花を乗せましょう。色が交互になるように乗せてあげるとより可愛くなります。お花から葉が生えているイメージで花と花の間に絹さやを乗せていきます。2枚くらい重ねて入れてあげるととっても可愛くなります。最後にとびっこを乗せていきます。小さめのティースプーンを使うと綺麗に乗せることができます。つぼみのイメージで花と花の間、絹さやの上に乗せていきましょう。これで完成です。今日は華やかで可愛い、そしてとっても美味しいちらし寿司ケーキの作り方をご紹介しました。いかがだったでしょうか？ちょっとした工夫でとっても華やかに可愛いちらし寿司ケーキができちゃいます。ぜひ今年のひな祭りはちらし寿司ケーキを作ってみてください。本日の動画も最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。ちらし寿司ケーキ美味しそうだったという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ぜひ今年のひな祭り、ぜひ今年のひな祭りは手作り、ぜひ今年のひな祭りは手作り寿司、ぜひ今年のひな祭りは手作りちらし寿司ケーキにゃ、